海は幅広く無限に広がって流れ出すもの。水底の輝きこそが永久不変。栄光たる星の速さとともに、今こそ疾走して駆け抜けよう。どうか聞き届けてほしい。世界は穏やかに安らげる日々を願っている。自由な民と自由な世界。どうかこの瞬間に言わせてほしい。時よ止まれ。君は誰よりも美しいから。永遠の君に願う。俺を高みへと導いてくれ。当てるとエスノアアルゾシプラーハ・ザラトゥストラ。桜井、海、アンナ、水、白、ミハイ、テレジ。マリー。すまない。そして礼を言う。お前たちを誇らしてくれ。ああ、分かっているぞ。負けはしない。
アジュン。感じるぞ。座は近い。もうすぐそこに到達する。俺を滅し損なったのが貴様の敗因だと教えてやろう。ああ、そういうことでお前も早く目を覚ませよ。俺の仲間はお前がいたからこそ引いたんだぞ。奴らを道化にさせないでくれ。来いよ、アジュンの。あまり不甲斐ないようだと俺が座を握ってしまうぞ。そうだ。このくらい跳ね返せないようで一体何をなせるという。奴なら指の一本で砕ける程度の圧をする。見せろ、親衛。主役を気取りたいんだろうが、その何たるか、俺が教えてやるからかかってこい。くわ
てめえが。てめえがちっとくらい気合い入れた程度のことで簡単に万歳しちまうこの俺様じゃねえんだよ。俺がてめえの術を破ったんだ。信州統制軍総大将古賀林道が真坂上幅木。江戸八つかぎの将天満八戸に相違ねえならいざ尋常に勝負しようか。幅木とお前はそういうのか。青を張る。なるほど。象徴的だな。お前の渇望。察するに内と外の廃藩にあるようだが、自覚はおそらくないんだろうな。聞くか？いや、さほどでもないだろう。どうだ？足りめえだろ！そうだ。それがせめぎ合いだ。お前を塗りつぶそうとする俺の意志。それに抗おうとするお前の意志。その激突で互いの領域を奪い合う。念と念、祈りと祈り。渇望と渇望のぶつかり合い。お互い相手に触れもせず、睨み合うだけでも成立する。あるいはこうした作法こそが、正統派の信座闘争なのだろうが。
俺はそれが嫌いでな。男の戦いではないと思っているんだよ。将棋よりも殴り合いが好きな佐賀でな。臆すなよ。臆せばその瞬間に全てが終わるぞ。さあ、見せてくれ。吠えてくれ。俺の宝石たちを潰してまでも成したい夢があるというなら、証明しろ。それすら大六天の支配を超えられないなら。ハジュン。俺が全てを地獄に変えても貴様を倒す。だからてめえらいつも相手間違ってんじゃねえんだよ。こいつ冗談じゃねえぞこいつは。そうだ、無恋に凍ってゆくがいい。つねえ。ギロチンに注ごう飲み物。ギロチンの渇きを癒すため。欲しいのは血。マルグリット・ボア・ジュスティス。だが死んでいない。
つまり俺が容赦する必要など全くないということだ。よみがえれ、よみがえれ、よみがえれ、よみがえれ。どれほどかけようとよみがえれ。なるほど、面白い活動だ。こんなざまでもまだ生きている。単純だがそれゆえ強いな。誰もが持っているものだから、誰もお前ほど切実には願わない。死にたくない。生きたいという当たり前の夢。奇形だからこその境地なのだ。俺も随分多様な人の業に触れてきたが、お前のような奴はいなかった。火をてらった者ばかりが希少ではないという一例だな。だと。そう、奇形だ。お前は中途半端に生まれている。お前が掲げる忠も愛も絆とやらも、人並みに生まれなかったことへの呪詛にするな。人間の真似事がしたいだけだ。いや、これはお前の女に言えることかな。てめえ。あいつを語るなと？それで他者を思っているつもりかお前ら。あの女と自分は赤の他人だと何を根拠に思っている？インドは理想のショーだ。なめてんじゃねえぞ。外へ連れて行ってくれるから刃物に触れるような気持ちで惚れたんだろう。高所に立てば墜落を、刃物を持てば自身の傷を、成功を得ればその破滅を。人は忌避し、そして求める。すべて自滅の渇望だ。正反対のものに焦がれ、わけもわからず引きつけられる。
それ自体必ずしも悪くはない。だが自覚がなければただの片道燃料だ。断崖に向け走っていると知らないまま、狂気して回転率を上げ続けている道化に過ぎない。都合がいい。奴が腹を抱えて笑うだろうと確信できる。シーフリーアドアストラスナトゥラール。大きなお世話なんだよ。関係ねえだろ。人の恋路にごちゃごちゃ文句たれんじゃねえ。自覚だとんなもんしてるに決まってんだろ。俺の姫さんは最高だって。俺こと知りもしねえでわけのわからん下げまんみたいに言ってんじゃねえぞ。俺見ろよ。季節外れの舞台違いのあだ花なのはてめえだろうが。そんなお前がのうのうと講釈垂れつつ俺らの話にしゃしゃり出んな。俺らの先は俺らが選んで決めるんだよ。その手のセリフは聞き飽きた。ああ。お前のような物知らずはいつも同じことを言ってくれるな。吉神だ。あまり好きではないよ。それは。ちっ。父も修羅も黄昏も、そして俺も叶わなかった。それでは届かないんだよ。自分の言葉を吐いてみせろ。
名が泣くぞ坂上葉巻。お前の熱とやらは借り物か？違う。俺は死なねえ。俺は生きる。俺らは誰かの備品じゃねえんだ。そうだ、私たちはハジュンじゃない。いざ知らしめよう、私たちの生きる意志を、魂を、アマテラス光のように。その無様さは尺に触る。どうした？それで終わりではないだろう？哀れなふりを装えば手を抜くなどと思うなよ。苦しいか？ああ、だが運がいい。直撃すれば原子の域まで分解されていたものを、悲劇のような生き汚さだ。論外頑丈につながっているらしい。神の加護は絶大だとも甘えていれば楽だろう。疎ましくも懐かしくて程度が出る。それでいい。勝利してもゴミの分際でよくできたと笑われた末に廃棄される。飼い犬いた。ならばこそ己の真実を知った上で己の在り方を決めねばならない。
今のまま突き進めば、お前は女と共倒れだ。自滅因子に殺されて癌も宿主がなければ存在できない。奴は笑うな。俺も笑う。なんて都合のいいゴミクズだと。お前が求める誉れとは、そういう長老の祝福だ。飼い主に遊び倒されるのが嬉しいんだろう。古賀の真？いや違うな。奴の奇形だ。他人にへばりつくことが、なるほど。板についている。ざけんな！誰にも頭撫でてほしいなんて思っちゃいねえ。そんな次元の気持ちじゃねえんだ。ベラベラと男の喧嘩にやかましい。だからジジイはうぜえんだよ。説教なんざ頼んじゃいねえ。真実はたった一つ。なくしてはならない刹那があるから。ここに生き恥さらしてんだよ。もう誰もいなくなってしまったこの宇宙でな。俺の女神に捧ぐ愛だ。他は何も見えない、聞こえない、ただ忘れないだけだ。俺は彼女を愛している。来るがいい第六点。貴様の宇宙に俺が亀裂を刻んでやる。
魂にかけ、俺は負けない。それなら俺も負けてねえよ。いいか、耳かっぽじってよーく聞け。まずはむっつり剣士の身分宗次郎。こいつはとことん自分勝手で、とりあえず切っときゃ万事解決すると思ってやがる。次にひたすらおっぱいでかい九条しおり。もうとにかく父胸、あいつの価値は8割おっぱいでできている。妹大好き慶四郎はちょいとじゃ効かない過保護兄貴だ。からかいすぎるとめんどくせえが、結局こいつもなんだかんだでいい乗りしてんぜ。長久箱入りの昨夜ももちろん、俺様的には全然あり。あの真っ白な肌とかいつか絶対風呂覗いて拝んでやる。変態が服着て歩いてるようなまだらやこ、お前もうどっかそこらでずっと酒飲んでろよ。流水はチンチクリンすぎ。母ちゃんぐらいでっかくなってまな板卒業したらおいでませってな。そして我らが総大将古賀林道にぶっちぎりでかっこいいこの俺様ハバキ様、てめえらを撃つという目的のもと一つに集まったマスラオどもで俺の仲間だ。全員いなきゃつまんねえ。G の一種だな。一方通行の感情だ。なわけあるか。俺がこうしてここにいんのはあいつら全員のおかげでもある。そういうもろもろの恩っていうやつ忘れるなんざ恥だろうが。嫉妬してんじゃねえぞてめえ。ならばそれらから見たお前はどうだ。真のありかは互いのうちだ。示すための言動さえ人はたやすく偽れる。与えられたことほぎの数々、その真贋をどうやって見極める。思い上がりではないのだと証明することができるのか。ふざけんじゃねえ。ならてめえはそれがわかるのかよ。じゃあよ、ここらでお前も答えてみろや。教えてくれよ。物や形に残るならそいつは逆に本物なのか。目に見えて手で触れられて匂いと味がついていりゃ満足できるものなのか。抱きしめたら笑えるのか。語るまでもない。そうかい。俺は
もっとたくさんあると思うぜ。多分なんかこう、くそ、ここにずしんと響くやつ、そういうもんが本物だろう。魂が喜ぶような、いやー。それがお前の答えか。ゴミ。そうだ、俺らは負けねえ、朽ちねえ、砕けねえ。それを今から見せてやるぜ。さて、カイ、アンナ、リサ、シオ、ミハイ、ヨルシア。苦しいか。やはりその感情はいらないらしい。絶叫を上げて惑うだけなら、痛覚ごと俺が凍結してやろう。やべえ。我は八つかはぎが首相、天魔野と旧世界において黄昏を守護せし者の残骸なり。栄光たる星の輝きを見せてやる。傀儡のお前を粉砕し、それを大翼界天狗道への亀裂としよう。許さない、認めない、冷えてなるものか。時よ止まれ。生き絶えろ。薄汚い破純の細胞。この血は絶対に渡さない。マリ、これでいいんだよな。ですね。あれがヤトの本気か？妙な本気ですね、あれ。
そうかな。手を抜いてるって感じはしないけど。本気なのは間違いないと思いますよ。ですが。まあいいでしょう。それでどうします？しおりさん。火星ってのも粋じゃないよね。それに今の私ら空っぽだし、下手に足引っ張るのも良くないっしょ。そんじゃ野獣馬押しに行きますか。素直に劇をかけに行くでいいと思いますよ。動けるかサビ。何すんの。戦っているな、ハバキは。はい。長きにわたり劣勢を強いられながら、それでも譲らず耐えております。そうだな。まったく風前の灯火そのものじゃねえか。いつもの薄笑いはどうしたよ。負けんじゃねえぞ。俺らの意地をお前が通す役なんだからな。行くぞ。はい。なるほど。兵隊と終焉は近しいか。これを見るにあたり、まことうなずける現象よな。ヤコウ様はハバキに加勢なさらないのでしょうか。無粋だな。それでは意味がなかろうよ。理由としては単純だ。ヤトには好きなだけ共感させた方が良いのだよ。ハバキにとってこの先必ず駅となろう。この先の駅ですか。しかり、せっかくの置き土産なのだから。やはりヤコウ様は私どもにはつかめぬものを見ておられるのですね。不快なものも多いがな。
では少し近寄りて眺めてみるか。しかと捕まっておれよ、リュウス。振り落とされても拾わぬぞ。はい、失礼いたします。ハバキ、信じているぞ。ハバキ、ハバキさん、ハバキ、ハバキ、ハバキ、そうだ、徳打て。俺以外は何もいらない。任せろー！これこそが絆の力なんだろう。どうだ大将、俺の絆は、俺の女はすげえだろうが。違っているなんざ言わせるかよ。今一度目ん玉開いてよーく見ろ。これが決意だ。これが矜持だ。これが愛だ。これが絆だ。てめえらにあって俺たちにないものなんざもう何一つだってありゃしねえ。だからもう俺らが作る話においてお前の役目は何もねえ。安心して言っとけや！ほざいたな、ゴミ風情が。第6点に接近すれば途端に強気か。増上マンも甚だしい。負け惜しみを言ってんなよ。
へん。リンド。なるほど。面白いな。面白い。この目で見て、さらによくわかったよ。滑稽だな、第6点。貴様は負ける。俺たちの勝ちだ。ついに立ち上がったか。波動対極流れ出すことあり。そうだ。これこそ俺の全身全霊、至大至高の一戦だ。すべてこの刹那に焼き付けろ。波動の本質を理解しろ。これがどういうものなのか忘れることは許さない。お前たちが後の創世を望むなら、郷里に刻み込んでおけ。行くぞ、坂上葉巻、古賀林道。魂の輝きを歌った言葉、今こそここに証明しろ。
軽すぎるぜ。全然大したことねえ。大丈夫だ、ハバキ。私はお前を信じているし、お前も私を信じてくれるならば、さああ、ならば。黄昏の先を見せてやろう。愛しき我が凪の御事、名の君の一草一日に血頭くびり殺さむ。愛しき我が波の御事、名がそうなせば、我はひと日に千穂の産屋を立てよう。これをもちて、ひと日に必ずちいたりしせば、ひと日に必ずちいほたり生まるるなり。みそぎ洗え。よぼつかえり。そうだ。それでお前の勝ちだよ。ああ、そうさ。俺たちの勝ちだ。はあ。終わったか。いや、なかなかの見せ物だったよ。よくぞご無事で。流水、ヤコ。お前な、ヤコ。見てたならこう、ちょっと。ああ、もういいわ、めんどい。
それがよかろう。そもそもだな、俺にはねぎらいの言葉すらなしってか。主給取ったんだぞ、主給。大将首だぞ。すごいんだぞ。五国の英雄様になったんだぞ。では、おめでとうございます、ハバキさん。はいはい、ご苦労様。よくやった。軽いな、おい。アホ、俺らに首相な返事なんぞ求めるな。柄じゃねえよ。ご安心ください。兄様はこのように申しておりますが、心中では我がことのように、ハバキ様の勝利を喜んでおいでです。へいへい。ま、もろもろひっくるめて、今回の大金星は俺様ってことで。俺がいなきゃお前ら揃って死んでたわ。切られたいんですか？ぶっ飛ばされたい？いちいち突っかかんなよ。言わせとけ。おのおの思うところがあったってことでいいだろうが。ドイツが欠けても無理だったのは、お前らも承知の上だったじゃねえか。おお。おい、なんだそのキーなものに遭遇したかのような鬱陶しくも絡みつく視線は。ほら、なあ、てめえさては偽物だな。本物のケンシロウをどこにやりやがった。返せよ、俺らのチンピラ兄貴を。あいつにはこれから妹をクンクンしながら飯を食う毎日が待ってるんだからよ。わ、羨ましいな。なんだそれ。お前ちょっと俺と変われよ。よし、よくわかった。いいから死ねえつうか殺す。なんだ、いつもの慶四郎さんじゃないですか。あー、よかった。殴られすぎて頭やられちゃったのかと思ったよ。昨夜呼んでこようか。クンクンする？もうお前らまとめてくたばれよ。いや、死ぬ前に俺をどう思っているか説明してから死んじまえよ。変わらぬ者らは気楽よな。手を貸そうか、慶四郎。まったく、何をやっているのだ、こやつらは。まあ、リンドウ様。皆様のじゃれ合いも、こうしてみれば可愛らしいことではございませんか。バカがバカをやっているだけだ。ヤコウ様を除いて。いいことだろうぜ。祭りの後は騒ぐもんだ。不謹慎だ。限度がある。勝って兜の尾を締めようと言うだろう。だが、まあ、そうだな。許そう。今この時ばかりは。だろ。それは違う。これよりついにお前たちは始まるんだ。ヤト。
じきに天狗道が完成する。滅人滅相の時が始まる。奴はこの世の誰一人かけらも残しはしないだろう。わかるな、触覚。その断りが意味する真実を。無論。一体何です？ねえ、ちょっと。お前。分かっているとも。ああ。言われるまでもなく許しはせんよ。ただ御身。私としてはそちらが奴の座まで導いてくれるのかと思ったのだが、違うのかな？どうも未だそこまで達してはいないようだが。それほど奴の座は深い。そういうことだ。あと薄皮一枚。その程度だろう。俺としてはそれが唯一の無念だが、あるいはこれで良かったかもしれない。お前たちが真に切り開くというのなら、お膳立てはここまでだ。俺が消えてもしばらく得意点は残り続ける。最後の穴はそちらで開けろ。その後は、勝てと。勝つのだろう？勝たねばなるまい。こんな時も別称で呼ばねばならぬのが心苦しい限りだが、御身に敬意を表そう。野党殿よ。まこと、座に関わる者とは核ありたい。なあ、烏帽子殿。そう思われぬか？私は、そうだな。私もそう思う。近江は常世殿が言った通り、無病の光であったのだ。その刹那こそを守りたい。ああ、受け継がせてもらうよ。先人の宝を汚してはならぬと思うから。ありがとう。近江らと出会い、戦えたこと。古賀林道鈴鹿は誇りに思う。政治はいい。ただの意地だ。それにな。お前に言ってやりたかったんだよ、直接な。いやあ、久しぶりだな、ゲス野郎。お前の嫌いな他人がほら、ここにいるぞ。何か言ってみるがいい。誰だお前。
じきにわかるさ。第6点。貴様の負けだ。これは冷た、雪？ヤトが消え、エドがなくなったから、正常な時が戻ったのか。未開の土地であるだけに、冬となればこのような光景になるのですね、ヤコウ様。ああ、そういえばもうそのような季節だったか。はい。不謹慎ではありますが、なんと幻想的な景色でしょう。それに、気づいておられますか、兄様。ああ、歪みが消えた。この地にもう陰気は存在しねえ。そっちはどうだ？おう。どうしたの、リンドウさん。うつむいちゃって。いや別に。なんでもない。どうも顔色が悪いですね。まあみんな疲れているどころじゃないですし、こうもいきなり寒くなられては調子も狂う。大事ないと言うならいいのですが。うん。私は平気だよ。それならよ、シャキッとしろって。いきなり押すな、このバカ者。見ろよ。ほら、胸張ってくれよ、総大将。あんたがこいつらを率いてきたんだ。誉れじゃねえかよ、なあ。憂いは晴れたかよ。ああ、救われるようだとも。羽吹、しおり、宗次郎、慶四郎、昨夜、夜行、流水、そしてこの地に至るため神明を賭して道を開いてくれた龍明殿に二個定礼。この統制は我々全員が揃うことで初めて成し遂げられたものに他ならない。皆が誉れ高いマスラオであり、誰か一人でも欠けていたなら不可能だったことだろう。皆こんな私によくぞここまで応えてくれた。生涯最大の幸福を感じているよ。お前たちこそ。
これからの世を担う英雄の器だと、そう信じることに疑いはない。だから今、もう一度。ありがとう。リンド様。嘘だろ。リンド！ふざけんな。おい、なんだよこれはよ！なんでこんな。リンド、目覚ませよ。驚かすなって。もう十分度肝抜かれたからさ、ここらで種明かしでもしてくれよ。巧妙すぎて俺にはさっぱりわからねえんだ。お前が死んだようにしか見えなくて。やめてくれ！なあ、冗談だろ！冗談って言ってくれよ、リンド！リンド！嘘だろ。こんな結末があるかよ。これが終わったら一緒に桜を見るって言ったじゃねえか。勝った俺たちの中にお前がいなくてどうするんだ。起きろリンド。ダメだ、こんなところで死んじゃいけねえ。お前こそ俺らの中で一番幸せになるべき人間だろうが。これからずっと俺がそばで幸せにしてやるから。呆れるぐらいに毎日笑わせてやるから。抱きしめてやるからよ。リンド、リンド、リンド、リンドー！